プラネットクラフター。鉱石抽出機 T2 の導入でテラフォーミングが進み、惑星に木を生やすことに成功した私レイム。核融合炉も追加したので電力も十分、今回も頑張って開発やっていきましょう。まずはオスミウム鉱脈のオペレータールームに、シュレッダーを設置。こちら最大10個ですが、物を入れてボタンを押すと中の物が消滅します。狙ってる鉱石以外の超合金加工はやめたのか？それは引き続きやってるんだけど抽出される鉱石に偏りがあって、少し余っちゃうので捨てることに。じゃ他のところのオペレータールームにも設置した方がいいかもだな。わかったよ工場長。誰が工場長だ？むしろお前一人のワンオペ工場じゃねえか。ワンオペ管理職。それは日本の闇。ここは宇宙だ。キリキリ働けあいいよ。イリジウム工場も最適化のため、T1 から T2 に抽出機を刷新しましょ。テラフォーマーだったはずのレイムさん、いつの間にかただの工場作業員になっちゃったな。よし、いい感じの工場になってきた。工場の最適化作業は進んだ。さて基地に戻って木の種を作成。これツリースプレッダーに入れればもっと木が生やせるな。原料となる変異体を作るのに使う、メタンカードリッジ床に置いたら、拾うのめっちゃ辛い。お前ら当たり判定狭すぎん。その大きさならビームじゃなくて手で拾っちまえよ。宇宙服は腰が曲がらない。ならそんなところに置くなよ。糸かなし。そんな苦労もしつつツリースプレッダーを2機追加。木が生えてくるのも嬉しいけど酸素もいっぱい出してくれるから、当分これを積極的に作りたいな。まあ材料いろいろ使うし木の種もいるしで手間かかるけど、ちまちま作ってきましょ。だな。原料を集めてひたすら加工する日々。地味なのでカット。前回取り外して再設置してなかった、テラフォーミングのスクリーンを設置。いつの間にか樹木のステージが終わって、昆虫のステージになったな。ジョージ。話がこじれる火星に帰れ。では今回も酸素上昇の景気づけに、獅子散布ロケット飛ばしときましょ。また荒ぶってんな。いっそそのまま地上に巻いちまえよ。そんなの関係ねえ。もう一丁追加じゃー。追加したところで結局まともに飛びやしねえよ。畜生。肥料とか作ってたら硫黄の在庫がなくなったので、硫黄用に抽出機を設置。そこの黄色いガス溜り、やっぱり硫黄の鉱脈だったのな。量はたくさん必要ってわけでもないのでとりあえず2機で様子見ます。まあ今更道に迷うこともないけど、ビーコン置いて色も黄色に設定しときます。鉱物の色設定すると、なんかやってる感出るよな。さて持って帰った硫黄で肥料作って、ツリースプレッダーを増設。素材集めが大変でちょっとずつしか増設できないけど、着実に酸素増やしてテラフォーミングが進むぜ。藻類発生期の位置が浅瀬だったので、水深ありそうなところに移設。そういや前に浅いところだと収穫できない云々言ってたっけな。その後は各工場を回ってひたすら鉱石掘りの日々。絵面が地味すぎて動画にできない日常。イリジウム工場ではウランも持ち込んで、ロケットエンジンが量産できるようになりました。なるべく製品にした方が、荷物少なくなって帰りの運搬が楽になるもんな。ただいまのテラフォーミング指数は10ギガほどで、ツリースプレッダー T3 なんかは79ギガで開放予定。こいつは時間がかかりそうだ。怒りの紙ドリル、5機追加じゃー。焼け石に水だけどやるしかねえな。血ビームで大地を掘り起こせー。そんなわけで岡若にちゃんに占拠されたのであった。そろそろ置く場所に困るレベルになってきたな。ドリル17機に対してヒーターが8機、ちょっとバランス悪いし次はヒーター作ろうかな。材料のイリジウムロッド作り地獄の始まりだぜ。はいやー、地球アップのためだー。えんやこーらーほいさ。クソうんちが、無理に歌おうとするんじゃねえ。こんなん歌わなきゃやってられん。イリジウムロッドの量産はマジきつい。過酷な労働。ツリースプレッダーの植物がだいぶ育ってきました。お、なかなかいい感じだな。通勤の邪魔。それは植えるところちゃんと考えねえからだろうが。てへ。イリジウムロッドの作業効率を上げるため、
さらに2機自動抽出機を追加。なお、抽出速度が上がるほど、加工するワンオペの霊夢の負担は増えております。バイト仲間が切実に欲しい。頑張ってエリジウムロッドを作ったので、ヒーター小屋を丸ごと解体して全部 T4 にします。てかまだヒーターでや少し T3 残ってたのな。解体途中で忘れただけとの噂も。おい。鉱石が浮いておる。宇宙は不思議がいっぱい。ヒーター増設。こうしてみるとヒーターも結構たくさんあるのな。苦労してヒーターが12台になったけど、テラフォーミングはあまり進まず。ドリルとヒーターは T4 でマックスだから、数作るかロケットを撃つしか方法はないかな。とりあえず各20個作ってからロケットを撃ちまくろうかな。さじ加減がいまいちわからねえな。そんなわけでカニドリルを3機追加して、20機体制に増設。こいつは超合金もオスミウムも有り余ってるから、作るの簡単なんだよな。まあでかいから置く場所困るけど、最悪適当に置けばいい下寄りになります。ああ。電力超余裕あったはずなのに。さすがに作りすぎたか。とりあえずソーラーで復旧。でもまだヒーターもいっぱい増設するから、核融合発電機の追加が欲しいところだな。そんなわけで核融合発電機の原料のパルサークオーツを作るため、原料のゼオライトを探すたびに、レッチャゴー。久しぶりの探索。よしゼオライト発見。ゼオライト、ゲットだぜー。そんで探索中不時着した貨物船の上を見たら、ゴールデンクレート、みーっけ。お、レア宝箱、久々だな。パルサークオーツ。核融合発電機に使うパルサークオーツ、なんとか用意できたな。では3機目の核融合発電機、稼働ー。これでテラフォーミング作業に戻れるぜ。地獄の労働を経ていっぱいイリジウムロッド作りました。ヒーターは、こんな感じになりそうろー。これはなかなかに熱そうだぜ。蒸気っぽい白い湯気が目立ってちょっと景観の邪魔な気も。じゃばらして設置し直すか？移設がめんどい。だよな。さてさてこれでドリルとヒーターが各20機になったし、今度はロケットでも撃ちまくってみようかな。ロケット発射のボーナスでテラフォーミングが加速してくれることを願うのみだな。撃てー、撃ちまくれー。破壊すべき目標はただ一つ、センチネル株式会社本社だー。これはそういうゲームじゃねえよ。てへ。てかロケット連射しすぎじゃね？宇宙からも抗議なのか、発射台に隕石が降り注いでおります。発射台周りが岩だらけになっちまってる。それでも私はロケットを撃つのをやめないぞー。ロケットおかわり入りやーす。隕石どもー、かかってこやー。お、スリースプレッダーの T2 が解放されたぞ。早速作ろうぜ。あ、落ちてきたウランとエリジウム拾うんで少々お待ちください。リアルタイムで1時間ほどかかった模様。地味に辛い。でもついでにウランとエリジウムロッドでロケットエンジン作れるので、大量生産しちゃった。明らかな過剰在庫だろ。お前どんだけロケット飛ばす気なんだ？じゃあ後片付けも終わったので、ツリースプレッダー T2 を作りますか。なんと T2 の酸素発生量は驚異の1950。しかし原料が自生してるのを採取するしかないゼオライトがあって困る。肥料 T2 も T1 作ってさらに加工だから結構めんどくさいんだよな。T1 のツリースプレッダーも酸素920出してくれるので、T1 を2機作った方が楽かも。T1 で倍作るなら中に入れる種も倍作らなきゃだぜ。数作るのは仕方ないとして種も種で酸素蒸数があるので、高いのを T2 に優先で使いましょ。作るもんがいっぱいでまた激務の始まりだぜ。さて2機目の T2 スプレッダーを設置しまして藻類と水集めてバクテリアの準備。そんでバクテリアを変異源にしましてDNA マニピュレーターに変異源と花の種と木の皮をセット。木の種一つ作るだけの地道な作業。その甲斐あって基地周辺にちょびっと木が生えました。あ、そうだ、酸素蒸数の高いお花はツリースプレッダーに回しましょ。こういうのも後々効果出てくるかもな。では酸素濃度をさらに上げるためロケットを発射しつつ今回はここまで。続きが気になったら高評価でお知らせくださいませ。チャンネル登録もお待ちしております。励みになります。
ツリースプレッダーに種をセットするレ夢ム、存在を忘れたフラワースプレッダーに種をセットする日は来るのか？気になる方はお見逃しのないようにチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。